もうなんかもう中国の人らに申し訳が立たないよ。ご迷惑をかけたのがこんなに能力の低いやつだったのかということで。まあね、これぐらい負けてるやつはね、大日本帝国か立花隆かどっちかぐらいだと思いますよ。杉山元帥が「信はお口が広うございまして」と答えたんで、昭和天皇が「信のお口が広ければ太平洋のお口はもっと広いではないか」って言うたって言うでしょ。ある意味ね、杉山元帥は正しかったんですよ。今誰かが最後の河北戦線の日本軍が四面楚歌って言うてるけどね、四面楚歌って蘇韓戦争の時の四面楚歌、ほんまの四面楚歌ね。項羽と劉邦の最後の最後に項羽負けるのは、項羽と劉邦の戦いは項羽が10戦して9勝してて最後の1戦で負けてるんです。でもね、15年間中国大陸あっちこっち歩き回った日本軍はずっと負けてるんです。ひたすら負けに負けて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 負けたけど、俺たちが中国人に負けるはずがないという思い込みだけで15年間戦っておられるんです。で、僕は弘中さんの本を読んでってわけじゃないから前から思ってたんですけど、どうもね、1931年の満州事変前後、あるいは熱河作戦の前後の頃の中国大陸の例えば石原幹二だったりとか稲垣清志郎であるとかって連中だけではなくてね、思いませんでした？これ読んでる人前提に聞きますけど、日本の将官ごっこ遊びしてるよね。レイシズムは愚かですよ。愚かで弱いから人種差別をするし他国の人を見下すわけですけども、ごっこ遊びなんです。で、明日踏み込む傀儡政権と後期日中戦争河北戦線の辛さ苦しさを若干和らげるために、今日は後期日中戦争の初めにと第一章の第二次調査作戦だけを取り上げます。俺が言っているごっこ遊び、思いつき、その場しのぎ、適当さ、能力の低さが最初の100ページに詰まってる気がします。調査作戦の穴見これちか、単なるバカよね。ほんまに愚かよね。で、結論を言いますが、なぜ日本が戦争に負けたかって、科学力が弱かったからでも国力が低かったからでも何でもないですよ。調査作戦であんなことやってる穴見これちか最後に陸軍大臣になってるんですよ。でもっと言うとね、宣戦布告参方針を天皇と内閣が示してるにもかかわらず、言うことを聞けるかボケ言うて近州爆撃した石原幹二は出世してるんですよ。その石原幹二を応援しよう言うて朝鮮総督軍を中国に越境進軍させた林千十郎は後で内閣総理大臣になってるんです。何が言い換えたいかというと、我が国が戦争に負けたのは国力が弱かったからでも、兵器の質があれだったから、科学技術力が低かったからでも何でも、ガバナンスが崩壊してたからですよ。そして穴見惟親が陸軍大臣になり、林千十郎が内閣総理大臣になりということを見ていたら分かるように、当時の日本のアジアモンロー主義者たちの間の人事というのは全て情実人事、誰と誰が仲がええか、頑張ってるか頑張ってないかみたいな主観的な判断でしか人事査定が行われてなかったんです。人事査定が情実主義、予算が多年度主義、やっぱり我が国大日本帝国の子孫ですね。ということで、なぜこの本を読まなければいけないのかという理由も、そしてこの本を読む時の吉村明の熊嵐を読んでる時の辛さに見たみたいなね、うわー辛いっていう辛いっていうのを和らげるためも、それから俺の言うてる情実人事となんでこんなアホやねんやろってことが分かるというのがね、もう中国の人らに申し訳が立たないよ。ご迷惑をかけたのがこんなに能力の低いやつだったのかということで。というとこのその緩和材料として入り口で、柔らかい話というか、さほどでもないところだけ今日触って、あとは、明日に譲ろうということです。
で、ぜひですね、この3冊お買い上げいただいて読んでいただきたいんです。まあ、ずっと言うてそうって読んでるんですけど、読んでいただきたいんです。僕がこの本にこだわってる理由というのが、この本の冒頭に書いてございますので、冒頭、この本、株式会社名著っていうチャンネルがあって、俺が紹介する本をずっと紹介してくれてる本がある。あの人みたいにうまいこと喋られへんのですが、残りの1時間、それでいこうと思います。1時間どういうことかということの解説でした。はい。弘中さんの学術的な工夫ということがよくわかる組み立てになってました。もうここで答え出てるんですけど、7年間の壮絶な戦場体験、その男性は長い軍隊生活で鍛えられたため、高齢であるにもかかわらずがっちりとした体格をしていた。彼は半世紀以上前の出来事をまるでついこの前体験したかのようにはっきりとした口調で話し始めた。男性の名前は鈴木勉。1921年愛知県渥美郡杉山村、現田原市生まれの96歳。取材当時、名古屋第三師団霊下の野砲兵第三連隊の兵、後に下士官へ昇格として1939年から終戦までの6年間日中戦争を戦い続けた。ここだけ読み上げます。なぜこの人の物語から始まったかというと、初めにはこれは弘中さんの工夫なんです。鈴木が6年間いた中国の戦場で一番つらかった戦いに挙げたのが、太平洋戦争開戦直後の1941年12月25日に始まった第二次調査作戦であるということです。で、これなんで鈴木さんの物語から弘中さんが話をしたかというと、弘中さんは愛知大学にいて名古屋が近かったからではなくて、この鈴木がいた名古屋の第三師団は中国大陸に最も長くいた陸軍師団なんです。で、これが弘中さんの工夫なんです。すなわちどういうことか。この本が出た2021年は4年前ですね。この本が出た2021年は太平洋戦争の開幕であった真珠湾攻撃から80年でした。真珠湾攻撃が皆さんご存知のように1941年の12月8日未明ですから、その前から、なんで真珠湾攻撃したか言ったら、中国での負けが込んで一発逆転をするためにアメリカと戦争を始めたわけです。で、当時の日本人もそうだったんです。日中戦争の負けが込んだから一発逆転をするためにアメリカとの戦争をやろうと思ったにもかかわらず、アメリカとの戦争が追っ始まったら中国での戦争のことを当時の人たちも忘れてたんです。だからどういうことかっていうと、1931年からもうすでに意味がわからないゾーンに入ってきてるでしょ。意味がわからなくなってるでしょ。満州事変が始まって熱河作戦までは日本は勝ってた。まあ確かにそうなんでしょう。てか満州事変は鮮やかな勝ちでした。で、しかしその後始まって盧溝橋事件以降の日中戦争というものは、この文原の事後国民政府を相手とせずという宣言に出てきて、交戦相手との交渉の糸口をなくして泥沼化していった日中戦争というのは、負けの連続でした。毛沢東と蒋介石にコロコロやられまくりました。で、その負けをなんで生まれるかというと、後ろで蒋介石に物資を支援しているイギリスとアメリカのせいだというふうに言い出して、イギリスとアメリカと戦争しようとして始めたのが1941年の太平洋戦争でした。これぐらい負けてるやつはね、大日本帝国か立花隆かどっちかぐらいだと思いますよ。いや、もうそれぐらい負けてたんですね。負けてて、俺たちこんなに頑張ってて、俺たちは強いはずなのに、俺たちは勝ってるはずなのに、勝ちが舞い込んでこないのはなぜか。後ろで蒋介石のケツをアメリカとイギリスが持っとるからや言うて、それやめてくれ言いに行って、蒋介石を今でいうラオスとかカンボジアとかあそこら辺からこう行っとる境に言うて、日蘭海礁って言うて、そこら辺を持ってたインドネシアとか持ってたオランダと交渉してみたりとかして、それは決裂してアメリカでは戦争やいうことになってもたということなんですが、にもかかわらずアメリカと戦争を始めてイギリスと戦争を始めたら中国の戦争のことを忘れてもうてるんですよ。で、それの象徴がね、これがね、
確かに言われてみればそうだなと思ったんだけど、俺はこれみんな多分これ知ってると思うんです。1941年の12月8日、日本時間の12月9日ですけれども、太平洋戦争の、火蓋を切って落とす満州事変、ごめんなさい、真珠湾攻撃がありました。真珠湾攻撃の翌日、閣議決定があって、今時の対米英戦、すなわち、プリンス・オブ・ウェールズの撃沈と真珠湾攻撃で始まった対イギリス対アメリカ戦争のことを、今時の対米英戦争及び今後の情勢の推移に伴い想起することあるべき戦争は、シナ事変をも含めて大東亜戦争と呼称すという閣議決定がされるんです。アメリカとの戦争が始まった翌日にね。で、この閣議決定については皆さん教科書にも出てくるんで知ってる人はいると思います。これが大東亜戦争という言葉の初出です。すなわち日中戦争、真珠湾攻撃よりも前の日中戦争は大東亜戦争でなかったんです。後付けで大東亜戦争になったんです。で、俺はその話を持ってんなもん後付けやんけ大東亜戦争なんかってよう言うてましたよ。よう考えたら、当の日本人どころか当の日本の政府さえここでもう日中戦争を太平洋戦争で飲み込んでしもてるんですよね。弘中さんがこの筆致で冷静にここにこの引用を差し挟むから、あ、そうか、あの閣議決定というのはほんまは中国との戦争に勝つためにアメリカと戦争を始めたにもかかわらず、アメリカと戦争を始めたから中国の戦争を飲み込んだと、概念の世界で行為だったんだという、すなわちリアルタイムからまだ中国との戦争が続いてるし、中国の戦争がアメリカとの戦争の引き金なのにもかかわらず、概念として自分たちが中国との戦争は下、アメリカとの戦争は上ってしてしもたということです。ほんま逆よね。前と後ろと上と下全部逆よね。概念として処理しなきゃいけないのは中国との戦争が大前提で、その中国との戦争を有利に展開するためにイギリスとアメリカと戦争するっていう認識をしなければいけなかったにもかかわらず、そう手を出した瞬間にイギリスとアメリカとの戦争が大前提で中国は従になった。主従関係が反対になったんです。もうここからおかしいんですよ、日本人は。で、その当時の市民、政府で陸軍軍人も日中戦争への言及は乏しいと。弘中さんの言葉を借ります。果たして太平洋戦争の背後で日中戦争はいかにして戦われていたのか、この問題を調べるとあることに気づく。それはアジア太平洋戦争全般を扱ったこれまでの日本の研究所や一般書の多くが太平洋戦争に記述の大半を割くあまり、同時期の日中戦争を十分に論じることなく終わっているということだ。で、その最初の例として挙げるのが服部卓四郎の大東亜戦争全史です。服部が書いたことですから、戦争の冒頭から参謀として戦争を指揮してた人間ですからね、これ以上の当事者がいないっていう当事者が書いてるんですが、その服部の書いた大東亜戦争全史、同書は連合国の占領統治下で隠されていた機密文書をもとに執筆されていて資料的価値が高い。しかし服部は脱稿後に記した意向書簡の一端で、今読み返してみるとやはり若干の主観を交える結果となったと述べている。それは当然ですわな。彼は大本営文で陸軍の作戦全般を実情取り仕切り、日本の積極なあらゆることを強尽くしたものがゆえの独自の視点や思いが記述に反映されていたと。それは仕方がない。これ服部卓四郎ですから、当事者ですからね。それはしゃあないよな。ところでなぜ服部は日中戦争よりも太平洋戦争、その服部がですよ、なぜ服部は日中戦争よりも太平洋戦争に記述の重きを置いたのか、前景書簡の一端で服部は同書執筆にあたっての思いを次のように述べている。これから引用です。服部の本からの大東亜戦争の発端が東条ないしは、日本軍のみの侵略意思によって単純に始められたものとの思論に立つならば、人類最高の悲劇たる戦争を将来防止する方策もまた自ら極めて簡単になってくる。ここまでは同意しますわな。東条がおったからやとか、あるいは日本軍がアホやったからやっていうだけやったらね、
将来戦争を二度としませんよやったら、あんなやつ許したらあかんっていうだけの話だけど。しかし、私はそうには思わない。私の考えでは、戦争原因が運上されていないのに、戦争当事国の一方の指導者の意思にのみによって開戦し、思考して戦争を遂行しるということは、昔の英雄戦争時代ならばいざ知らず、全体戦争、高度の国家総力戦の現代戦においては不可能なことであると思う。確かにそうでしょ。ここまでは納得できる。すなわち、東条が悪かった、日本の軍部が悪かったっていうだけで、総括になるんかいと。そんならへんでしょと。ならへんでしょと。で、その昔の英雄戦争時代ならいざ知らずね、今やもう全体戦争で国家総動員体制で戦争してんのに、なんか悪い奴が一人やったから戦争になったとか、そんなことありえへんやんけ、と、服部拓四郎は言うてるわけや。いや、それはその通りでしょ。そうそう、まさにおっしゃる通り。戦国時代やったらね、お殿様が気違いやったから戦争になってもうたみたいな話にはなるんやろうけども、まあ、そんな時代やないねんからそうはならんでしょうと言うんですが、こっからです。終戦後、日本では東条があの戦争を起こしたと言っているときに、アメリカでは太平洋戦争はルーズベルトの意思と作為によって勃発を見るに至ったものであるとの根拠あるいくつかの著書、論文が公にされているようである。太平洋戦争だけの話に急に限ってんねん。服部拓四郎がよ、日中戦争の作戦参謀やった服部拓四郎がよ、綺麗に日中戦争が後ろに回って、対米戦だけが前に来てる。お前満州事変から作戦参謀やってん。これ、要は当事者の逃げですよね。責任逃れ。当事者ゆえの。で、これ、弘中さんのうまいことで、これを弘中さんはこれ引用した後。すなわち、服部はアジア太平洋戦争開戦の責任が日本だけにあるのではなく、アメリカにもその一端があるとし、その主張を前提に同書を執筆したという。よって技術が太平洋戦争に偏り、アメリカが直接関わっていなかった日中戦争の部分は、やや観点触れのみに終わったのであるって言ってるんですけど。弘中さんの意図は、この後明らかになっていきます。これは、あの戦争は悪い戦争ではなかった。自分は当事者だったという人が、日中戦争どうでもええねんと荒廃の背景に回した荒廃風景に回しただけではなくて、この後取り上げるのは黒羽さんの日中15年戦争なんですよ。確かにそうなんです。ものすごい分厚い日中戦争だけを取り上げた、いかに日本が中国大陸で残虐なことをしたかということがこれでもかと出てくる日中15年戦争という本があるんです。あれ、黒羽さんの本どこ行った？その本を弘中さんが取り上げて、黒羽さんかって真珠湾攻撃の後の日中戦争の記述が減る言うんです。で、まあその黒羽さんの本よりも前に出た大谷慶次郎が書いた陸軍80年という1975年に彼が書いた皇軍の崩壊を解題した本は、服部みたいに陸軍におった人が書いた本なんですが、いかに旧軍がバカであったかっていうことを書いてる本なんだけど、その旧軍のバカさを旧軍の中にいて、しかもこの人陸軍の憲兵さんやったんですよ。憲兵さんの中にいて戦後いかに大日本帝国陸軍がアホやったかっていう話を頑張って書いてる人が、日中戦争のことをほとんど真珠湾攻撃場書いてない。ここなんかこれ学術書ですよ。学術書とか、まあ学者が書いた一般向けの本ですけど、大杉和夫に歌っては日中15年戦争史で満州事変以降の中国侵略の経緯を、日本軍による中国侵略の経緯を堪能にたながらも、その言及は太平洋戦争直前で終わってしまった。日本の戦争責任を問うために中国侵略の始まりを明らかにし、日中戦争前期までの歴史を詳細に分析した点で大きな功績を残しているが、しかし彼らはそこで満足してしまい、その後の日中戦争について議論を深めることができなかった。すなわち、服部拓四郎みたいな戦争は悪くなかったっていう人も、日本ってほんまひどいなっていうやつも、両方とも1941年12月8日以降の日中戦争をほとんど書いて動かなかった。両方ともの陣営が。で、今もこれ
そう聞くとなんでそんなことになんのって言うんだけど、ここで弘中さんの記述が光ります。なぜかって弘中さんはそれで服部拓四郎みたいなあの戦争は悪くなかったって言いたかったやつも、黒羽先生とか大谷先生みたいなあの戦争は日本軍むちゃくちゃやったって言いたい人も、アホやったとかアメリカに気取られすぎやとか言うんやなしに、要はね、後期の日中戦争は毛沢東と蒋介石の戦略にはまり込んでしもて、戦線が拡大しすぎてて、どこで何してたか書くのがしんどいというのが広笠さんの見立て。要は書き通っても書かれへんねんと。泥沼化してあの広い中国大陸の中に島から出てきた日本人を散らばからかして一人ずつ殺していくという戦略を毛沢東と蒋介石が採用したがために、戦線が拡大しすぎてて、どこで何やってるか分からへん。そう。まさに将棋みたいなもんですよ。あれ、将棋盤の上で将棋してるから棋譜の解説ができるなんであって、あれ 1DK のマンションほどの大きさがある将棋盤で将棋やってたら誰も解説できひんで。これぐらいの大きさやからこそ棋譜の解説ができるんであってね。30畳の大きさのある将棋盤で今将棋指してますね。465の小松固定言うた。解説できひんでしょ。で、だから、各作戦の研究所というのは後期日中戦争にはいっぱいあるんですよ。調査作戦とかね。各戦線の各戦場の戦いがどうであったかという個別具体の戦いの一個一個の戦闘の詳しい研究っていうのは山ほどあるんだけど、そして記録も山ほど残っているんだけど、真珠湾攻撃からあとはさらに泥沼化しているから、横断的な研究っていうのはほとんどなかったっていうんですよ。それは中国大陸よりも太平洋の方が広いですよ。それけど太平洋の場合は間通るだけのところがほとんどやから、水やからね。ハワイとエトロフの間は水やから。で、もっと言うと海に村ないから。杉山元帥と昭和天皇の問答あるでしょ。この度アメリカと戦争することになりましたって。アメリカとの戦争はどれぐらいかかるのかって、両3年のうちに、両3ヶ月のうちにって言うたんか、両3ヶ月のうちに。でそこで昭和天皇が怒って、貴様は日中戦争が始まる際に3ヶ月もあれば片付けましょうと言ったではないか。アメリカ相手でそんなに早く戦争が終わるのかって言うたら、杉山元帥が品は奥地が広うございましてと答えたんで、昭和天皇が品の奥地が広ければ太平洋の奥地はもっと広いではないかって言うたって言うでしょ。ある意味ね、杉山元帥は正しかったんですよ。太平洋よりも品の奥地の方が広かったんです。太平洋戦争は船乗っててあっち側行くんですが、歩かなあかんからね、中国大陸。船と飛行機で戦争してるのと歩いて戦争してるのですから。で、ずっと面であるわけですよ。その違いですよね。だから太平洋戦争ですね、おっしゃる通りですな。太平洋戦争は将棋やけど、日中戦争は囲碁やったんですよ。で、ここで弘中さんの工夫が弘中さんの工夫があるんです。その後期日中戦争、毛沢東と蒋介石の戦略にはまって、日本軍が信濃奥地に引きずり込まれて、泥沼の中に沈んでいく。で、その沈んでいくところが広大な中国大陸であって、見渡すことさえできないぐらいの広さがあるということを紐解くのに、冒頭出てきた名古屋の師団が出てくるんです。名古屋の第三師団は満州事変から終戦までずっと中国大陸におったんです。だから第三師団を追っかけていくと、真珠湾攻撃の後ぷっつりと途絶えた横軸の研究が名古屋の第三師団を追っかけるとできるんではないかというのが弘中さんの工夫やったわけですね。で、じゃあその名古屋の第三師団はどういう戦い方をしたかというと、こういう戦いをしてます。第三師団は1888年ですよ。1888年名古屋賃台の廃止に伴って創設された大村益次郎が作った
大村益次郎ですよ。大村益次郎が作った名古屋賃台がなくなっとできて創設された。名古屋城内に師団司令部を置き、当時は零下に名古屋第6、金沢第9、豊橋第18、名古屋第19の4個連隊を擁した。その後、第7と第19連隊が金沢第9師団に転出し、代わって静岡第4、岐阜第68連隊を編入する。日本最初の外政戦争となった1894年に始まる日清戦争では、平壌、平城攻略、1904年からの日露戦争では奉天海戦など、主要な戦役で活躍するって激戦地ばっかり生かされてんねや。1918年に起きたシベリア出兵では、およそ1年間バイカル湖東部のザバイカル方面でロシア赤軍と戦い、彼らに包囲されていたチェコスロベキア軍の救出作戦などに関わった。昭和時代に入ると、1928年の第三次山東出兵に動員され、満州国建国後の1934年には約2年間満州に駐屯した。日中戦争が勃発すると第三師団は上海の日本居留民保護を目的に善通寺第一11師団とともに上海北部の、豪商に上陸する。で実を言うとこの時までね、毛沢東はね、この時までね、あれなんですよ、蒋介石ね、ドイツと仲良かったんで、この時までね、ナチスドイツというか、ナチスになりたてのほやほやのドイツからのめっちゃ強力な軍事支援を受けてるんですよね。で実を言うと満州事変で勝ったって言うてるんですけど、勝ったの満州事変だけなんですよ。15年間日中戦争やってて。次の瞬間、陸軍が満州事変で、その瞬間の上海事変から負けてるんです。ドイツで訓練を受けた人らにボッコボコにされてるの、中国人に。で、この上海事変からずっと日中戦争の間、中国におったと。南京攻略戦にも参加してるし、徐州海戦にも、武漢作戦にも、第二次調査作戦にも、浙江作戦にも、満州事変のドンパチ以外の主要な戦いに名古屋の第三師団はずっとおったんです。だから弘中さんこうおっしゃるんですね。第三師団の歩みを丁寧に追っていくことで日中戦争、後期日中戦争の研究は可能となるんだということです。それで日中戦争の研究が始まるわけです。でもう時間もあれなんで第二次調査作戦なんですが、手短にいきます。先ほども申し上げましたように、盧溝橋事件から日中戦争が始まって、近衛文麿の以後国民政府を相手にせず近衛声明で日中戦争がニッチもサッチもいかなくなった。ニッチもサッチもいかなくなった日中戦争を打開するためにアメリカと戦争を追っ始めるわけです。大日本アホバカ帝国はそれでいけるやろうと思ったらしいですわ。当時の日本人はええんちゃうかと思ったらしいですわ。もうその段階でもうすごいアホなんですけどね。で太平洋戦争が始まったんで、アメリカとイギリスと戦わなあかんと、すなわち蒋介石の決断を持っているアメリカとイギリスを中国から追い出さなければいけないということで、当然そうなってくると日本軍の戦略目標はどこになります？イギリス相手の戦争ですから。当然日本の戦略目標は香港になるわけですよ。香港はイギリスの租借地として中国に開いたイギリスの窓やったからね、香港を攻略しようとするわけです。一番最初に。そりゃそうやな。真珠湾攻撃してるのに香港攻撃せえへんわけやないね。で香港なんですよ。で中国にとっても香港はイギリスとの良好な関係を維持する上で重要視され、同地を守るためイギリスと中国の間で軍事的な協力が図られた。例えば1940年8月に蒋介石が香港に軍事切断を派遣して、在香港中国人による義勇軍の編成、河南駐屯の部隊との連合作戦の実施を提案して、そして日本軍が香港作戦を開始すると、中国の正規軍である国民革命軍は、華中や河南にあった部隊を香港方面に向かわせ日本軍に対抗させた。これは当然ですよね。でここでなんでいきなり第二次調査作戦をするかというと、もうここから先は本読まんでも情けなすぎるんで、要は
香港に向けて中国の北の方から蒋介石が日本軍は香港にやってくるに違いないでもその通り来るんですけども、香港の周りに中国軍の主力を蒋介石が回すわけですよ。その陽動作戦として調査作戦が企画されたんです。ですがこの罠があったんですよ。アメリカと戦争せんならんと、イギリスと戦争せんならんと、そやからここから先の日中戦争はこれまでの日中戦争と局面が変わります。これまではイギリスやアメリカの権益を日本はなるべく攻撃しないようにしていましたが、ここから先はアメリカとイギリスと戦争するので、中国大陸の中にあるイギリスやアメリカの権益をちゃんと攻撃しますよってなったら、そこまではわかるんですよ。そこまではわかるの。だからまず中国のイギリスの拠点である香港を叩きます。ここまではわかるんです。で、それを防ごうと、おそらく中国軍は香港方面に主力を結集してくるでしょうから、その主力の結集を邪魔するために、嘘っこの邪魔をする陽動作戦をいっぱいやりましょうというのが、この第二次調査作戦だったんです。それはわかるわな。そこまでの計画はね。で、調査というのは極めて豊かなところでね、周りが大穀倉地帯ですから、それこそ三国志の時代から、なんやったら五漢の工部店の時代から調査は戦略的な用地でありました。ですからその調査を日本軍は太平洋戦争の前にも攻撃しています。それを第一次調査作戦というんですが、その時の第11軍軍司令は後の陸軍大臣になるアナム・コレチカでした。中国軍は早々と毛沢東の蒋介石が1937年8月の段階で第二次上海大戦が始まった直後に中国国民政府軍事委員会で日本軍を持久戦に追い込んで消耗させ最終的に勝利を手に入れるという大方針を打ち立てて、その方針で中国軍と対峙をしていました。日本軍と対峙をしていました。でそのために中国大陸を5つ6つ9つに割って中国軍を割って日本軍と対峙させたわけですね。で調査を抑えると穀倉地帯を手に入れられますから、日本軍からすると豊富な食料が手に入る。で豊富な食料が手に入るということは相手から豊富な食料を奪うということで調査を攻略しなきゃいけないということで、調査に日本軍は触手を伸ばしたわけです。で日本軍もどうやら中国は俺たちを大陸の奥深く誘い込んで補給線伸ばしきって持久戦に持ち込もうとしてるなということを見抜いたので、軍の本部は戦争に勝って占領したらすぐ帰ってこい、中国軍に引きずり込まれるなという基本戦略を言い渡してあったんです。日本軍は中国戦線がこれ以上拡大しないよう敵の拠点や都市を攻略しても特別な場合を除いて占領せず、作戦部隊を足早に前線から引かせていた。第一次調査作戦の場合もこの方針が守られて、10月1日すぐ戦争があって調査を攻略した部隊はすぐ帰ってきたんです。ここまではええんですよ。でもここから先は蒋介石の頭の良さですね。すぐ帰ったことをもって日本が負けた、中国が奪われた調査を回復したと大宣伝をやるんです。でこの計略に後に大日本帝国の陸軍大臣にもなろうという阿南惟親は全く綺麗にはまってしまい、蒋介石嘘ついてるやん、俺勝ったやん、俺勝ったのにあいつ勝った言うてんのおかしいって必死になるんです。で第一次調査作戦で勝って一瞬占領して大本営の方針通りすぐ帰ってきただけなのにもかかわらず、中国人が阿南負けたあいつ負けよったって指さすからキーってなりよったんです、阿南が。でそのキーとなってる時に真珠湾攻撃が起こって阿南にもう一回
お前もっぺん調査行ってこい言われたんです。なんで行くのって聞いたら、俺は陽動やと。別に調査占領せんでええねんと。香港の北側やから調査は、どうせ中国軍出てきよるから香港を守ろうと思って。で、その邪魔をしたらええだけやから行ってこいって言われる。で、陽動やから言うて、第一次調査作戦よりも兵隊約半分なんですよ。で、火力も約半分なんです。それで調査作戦にのめり行ってこいって言われたんやけど、もうわかるでしょ俺の言うてること。嫌な予感がするでしょもう。大本営はもう、花火前回と違って前回は調査の占領が目的やったけど、今回はちゃうから。陽動やから。行った体でええから。って言うてんのにもかかわらず、ムキーとなってるやつに、もっぺん行ってこい言うたから、行ってくれいてまぞになりよったんや。もう手でええんよ。手でええんよ。行ったって手でええよ。手して、ちょっと嫌吉言うて帰ってきたらええんやで。って言われてんのにもかかわらず、本人は、勝ったのに負けた言われたのムカつくわ言うてるやつにそれをやらされて、やってと同じとこ行ってこい言われてるから、今回もやったんだになりよった。で、中国軍もけえへんかもわからへんけど、もし来よったら言うて中国軍やったら、天路作戦、天路戦法っていう。川渡ってこなあかんねんけども、川渡って調査の町までやってくる間に、縦に深い陣地を作って、横から日本軍を攻撃できる陣地を構築するんですよ。で、これを名付けて天路作戦っていうんです。天路戦法とは予想された作戦地に縦に深く網目のような形をした野戦陣地を構築し、必要な守備部隊を配置して待ち伏せ攻撃、誘導攻撃、側面攻撃、対路遮断、追撃などの手段を用いて徐々に敵戦力を消耗させ、その抗戦意欲をくじく。その後、優勢な兵力で決戦を挑み、反撃し包囲して返し、敵を殲滅する。おそらくこの交代しながら決戦を挑む方法は、敵が変化を繰り返しながら殲滅に至るという新しい戦略で、まるで溶鉱炉で鉄が徐々に溶けていくように、また火をつけて練炭が出来上がるようになろう。その様子から天路作戦という名前を付けた。で、この天路作戦と名付けられた縦長の陣地に、後に大日本帝国陸軍大臣になるエリート中のエリート、日本のエリート中のエリートである阿南惟親はカーッとなってるからまんまとはまり込みます。で、その天路の中に誘い込まれ、右から左から前から後ろからしばき倒されてボロボロになります。実を言うとね、ここはしょりましたが、現地住民に対する残虐行為ということであれば、この調査作戦に関してはその前後で毛沢東蒋介石の国民党軍の方がよほどひどいことをしてます。要はその天路作戦の一環として焦土作戦やってるんですよ。町燃やしたりしてるのあえて。で、まだその陣地作らなあかんから言うて農地を勝手に抑えたりとかしてるんですよ。で、何万人もの人殺してるんです。調査対価は第一次調査作戦の時ですが、第二次調査作戦でも同じようなことをしてるんです。農水路壊したりね、あちこちいろんなことをしててるんです。で、この調査作戦に関して言えば国民党の方が現地の住民に対してひどいことをしてるとしか言いようがない。まあだから後に毛沢東に負けるんです。国民党軍は日本に勝つためにそういうことをしてるんで、どんどん市民の怒りを買うわけですが、毛沢東は賢いんで、毛沢東が賢いというか首徳が賢いんでそういうことせえへんわけです。だからとりわけ農村地域で共産党の人気が出るわけですね。この調査作戦で、ゼロではないんですけど、後にね、こっから先特にもう一冊の後期日中戦争河北戦線で見るような動いてるもんは全部殺すみたいな日本軍の残虐さはまだそんなに表に出てないです。毒ガスとか、この後すぐまた毒ガスとか細菌兵器とか使い出すんですが、まだそんなに残虐さは出てない。まだ国民党どっこいやみたいな感じがあるんですよ。だからその残虐行為を見てうわーって気が見えるんではなくて、俺の言ってるうわーっていうのが、そこでもっぺん阿南に行かせようという判断をする人事もバカでしょ。
で、そこでカーッとなる穴見もバカでしょ？すっごいバカでしょ？俺が言うてるあーっていう気持ちになるというのはこれです。次々とバカ、いい表現ですね。順調にバカでしょ？で、このバカを大日本帝国が後に陸軍大臣にしてるわけです。まあ負けるわな。日本にとっての日中戦争とは何かというと、負けとバカの間に虐殺が挟まったハンバーガーです。上のバンズが負け、下のバンズがバカ、真ん中が人殺し。これは中国の人民に対してこういう言葉を使うべきではないかもわかんないけど、そんな愚かなことであれだけの人を殺したんですよ、我々は。そんな愚かなことで。僕はなんでことさらこの読書会を YouTube でやりたいか知ってる？ 80 年前に終わった戦争というのは、中国における日本の戦争というのが、上のバンズが負けで下のバンズがバカで真ん中にあるのが虐殺行為というハンバーガーだったっていうことを言いたいわけじゃなくて、それを蒋介石、今の台湾の国民党政府にだけに負けたんではなく、国民党政府って言い方もおかしいんだけど、実を言うと国民党の軍隊にだけそうやったんではなくて、きっちりと共産党の軍隊にも負けてるんです。きっちり以上に。なんやったら蒋介石の軍隊に負ける以上に共産党に負けてるんです。要は共産党の軍隊に負けたわけではないっていう人がいますけどね。あの時は蒋介石と戦争してたんであって毛沢東に負けてないっていう人いますけど、いや毛沢東にボッコボコにされてるから、巨人師匠かなと思うな。パンパンやね。弟子でもないのにパンパンにされてますからね。あともう一つ言うとはなかことあるんですよ。これは前も話したんですけどね、国民党政府という言い方はおかしいですからね。国民党政府という言い方はおかしいですからね。これは今の台湾問題を解釈するためにも理解しとかなきゃいけないんですが、毛沢東と蒋介石、もっと他にもおったんですけど、毛沢東と蒋介石が両方いたんですよ、中国には。で、日本人が思うのは、蒋介石が中国をという広い面積を仕切ってて、その端っこの方にその蒋介石の中国とは別のところ、なんか四川省の山奥で毛沢東がなんか勝手に中華人民共和国っていうのを独立宣言して、こことここが喧嘩して最後毛沢東が勝って蒋介石が台湾に逃げたのではないですよ。中国国民政府という大きな枠の中に蒋介石の国民党と毛沢東の共産党の両方があったんです。で、毛沢東の軍隊をなぜパーロ軍というかというと、書いてくれてる人がいるな。その中華民国という国の中の国民革命軍の第18軍団という名前のことをパーロ軍って言うんです。もともと一つの中国なんです。もともと一つの中国で、もともと一つの中国の枠の中で内戦をやって、日本で言うたら自民党と立憲民主党の両方に軍隊があったみたいなイメージです。今の日本で言うたら。で、今の日本で言うたら自民党と立憲民主党が、自民党と立憲民主党の両方がそれぞれ軍隊持ってて、よその国から攻められたから仲良うして戦おうや言うてたのが日中戦争で、その日中戦争終わった後にその戦争が終わったよその敵がおらへんようになった後にいがみ合い出した内戦が始まって、毛沢東が蒋介石を台湾に追い込んだということなわけですから、もともと一つの中国なんです。で、毛沢東が蒋介石を追い出した後に中華民国という国の名前を中華人民共和国という名前に変えたわけです。最初から中華人民共和国と中華民国の戦争があったんじゃないの。中華民国の中での内戦があって、その内戦に毛沢東が勝ったから中華人民共和国に名前を書いただけの話なんです。だからずっと一つの中国なんです。ずっと中国は一つなんです。饅頭屋の本家と元祖の戦いっていうのはこれ二軒の家でしょ。二軒の家でしょ。饅頭屋の、元祖温泉饅頭
本家温泉まんじゅうはこれは2軒の家やけどちゃうのよ。1軒の家の兄弟同士で喧嘩してたんや。中華民国まんじゅうというまんじゅう屋と中華人民共和国まんじゅうというまんじゅう屋が隣同士にあって喧嘩してて、こっちが勝ったって話しちゃうん。同じまんじゅう屋の家の中に2人おったんや。で、どっちが営業成績ええか言うたら、もーちゃんが勝ったんや。で、もーちゃんが勝ったさかい出ていくわ言って、しょうちゃんが出ていかはったんや。で、もーちゃん一人になったんや。もーちゃん一人になったから、この際、この家の表札変えるわ言うて。で、出ていかはった蒋介石が古い家の名前で別家立てはったんや。そやから、こっから見たら、あいつ出ていきよってやつ、これ一緒のもんだっせって言うてるだけの話です。そやから、両方とも、仏壇に孫文の写真飾ってはるんですよ。もともと一軒の家やった境に。わかる？日本人的な感覚で言えば。で、明日はこのもーちゃんとしょうちゃんとは別に、もう一人ややこしいね、おーちゃんっていうのがおったんですよ。同じ家の中に。もーちゃんとしょうちゃんだけやしね、おーちゃんっていうのがおったんです。このおーちゃんがややこしいんです。明日はこのおーちゃんが出てきます。頭が真っ白になってチャンネル登録してしまったと言いなさい。